皆さんこんにちは。いなりジャパニーズへようこそ。今日は日本のガチャガチャについて話します。最初は優しい日本語でゆっくり話します。次に自然な日本語で話します。私は日本語の先生です。この前、授業で生徒さんとガチャガチャの話をしました。中国にもありますか？と聞きました。生徒さんはありますと言いました。好きですか？と聞いたら、子供は好きですが大人はしませんと言いました。私はびっくりしました。でも人によります。大人でも好きな人もいると思います。ガチャガチャはお金を入れて回すとおもちゃが出てくる機械です。日本ではデパートやスーパー、映画館、駅などいろいろな場所にあります。空港にもたくさんあります。1回300円から400円くらいでできます。今、日本ではガチャガチャがとても人気です。私が子供の時からありました。でも今は種類がとても多くて、前より商品が良くなったと思います。おもちゃは子供のものと思うかもしれません。でも日本では大人もたくさん楽しんでいます。私は30代です。最近は懐かしいものがたくさんあります。例えば私が子供の時に使っていたお弁当箱や絆創膏などの小さいキーホルダーです。とても懐かしいと思いました。最近は小さいライトも多いです。電池を変えると長く使うことができます。ガチャガチャの一番面白いところは何が出てくるかわからないところです。やり方は簡単です。お金を入れる前に欲しいものを見ます。機械に商品の写真があります。でも出てくるものはランダムです。欲しいものが出てこないこともあります。その時はもう一回やりたくなります。私もガチャガチャが好きです。お店に行くといつもガチャガチャを見ます。夫はそれを横で見ています。ガチャガチャをしている人は子供だけではありません。大人もたくさんいます。カードやシールなど平らな商品もあります。私はシールが好きです。お店によってはカプセルを入れる箱があります。カプセルは大きいので中身だけ持って帰ることもできます。私の家には猫がいるのでカプセルをおもちゃにしています。皆さんの国にはガチャガチャがありますか？日本に来たらぜひやってみてください。お店には両替機もあります。じゃあ次は自然な日本語で話します。私は日本語の先生なんですが、この前授業中に生徒さんとガチャガチャの話になりました。テキストに出てきたので、中国にもありますかって聞いたら、
ありますって言ってました。それで、好きですかって聞いたら、子供は好きだけど大人はやりませんって言われて、ちょっとびっくりしました。もちろん人それぞれなので、大人でも好きな人はいると思います。ガチャガチャっていうのは、コインを入れて回すとカプセルに入ったおもちゃが出てくるやつです。日本ではデパートとかスーパーとか映画館とか駅とか本当にいろんな場所にあります。空港にもたくさんあります。1回3、400円くらいでできます。今、日本ではまたガチャガチャが人気で、いわゆるブームになっています。私が子供の頃からあったんですけど、最近は種類が本当に多くて、クオリティもかなり高くなってるなって感じます。おもちゃって聞くと子供のものって思うかもしれませんが、日本だとむしろ大人の方が楽しんでる気がします。私は30代なんですが、最近よく見るのは、私が子供の頃に使ってたお弁当箱とか、かわいい絆創膏のミニチュアキーホルダーとか、昔流行ったキャラクターのグッズとかですね。自分が昔使ってたものがそのまま小さくなって、わあ懐かしいって思いました。あと最近は小さいライトも本当に多いです。電池を変えれば長く使えるので、ちょっとお得な感じもします。ガチャガチャの一番面白いところは、何が出てくるかわからないところだと思います。やる前に機械の表にある商品写真を見て、これ欲しいなって考えるんですけど、ランダムなので狙えないんですよね。完全に運です。1回で出たらラッキーだし、出なかったらもう1回やりたくなるみたいな感じです。私もガチャガチャが大好きで、ショッピングモールとかに行くとついチェックしちゃいます。で、夫はそれを横で見ています。ガチャガチャのお店で実際に見てると、学生さんとか若い人だけじゃなくて、小さい子供を連れた親とか、大人のカップルとか、いろんな人がやってます。あと、ガチャガチャっていうとカプセルのイメージが強いと思うんですけど、最近はカードとかシールとかファイルとか平らな商品も増えています。私はシールが好きなので嬉しいです。お店によってはカプセルを回収する箱があって、中身だけ持って帰ることもできます。うちには猫がいるので、カプセルの中におやつを入れておもちゃにしたりしています。皆さんの国にはガチャガチャはありますか？日本に来たらいろんな場所で見かけると思います。お店には両替機もあるので、お札しかなくても大丈夫です。ぜひやってみてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。